Hello everyone and welcome back to the Alcove podcast. I'm Sena And I'm Chisato. and today we're going to be interviewing Atsuko. Can you tell us a little bit about her, Chisato? Yes, so Atsuko-san is the mission counselor for the domestic team of TUJ, and then she's also very bubbly. She's very extroverted, so I'm very excited to meet her. And today's episode is going to be in Japanese, right? Yep. Awesome. I'm so excited. First ever Japanese episode. Yeah. All right, let's get it started. はい、こんにちは。こんにちは。来てくれてありがとうございました。 Thank you so much for having me. はい、じゃあ今の気持ちを3つの単語で表すとどうですか？今の気持ちを3つの単語で、はいenergetic と、はい appreciative、はい。fortunate。ありがとうございます。なんかずっとポッドキャストに出たいって言ってくださって、本当に今回ゲストとしてお迎えできて本当に嬉しいです。私もこのポッドキャスト本当に出たかったので、はいもう嬉しいです。I'm so honored to be here. Thank you so much. はい、で自己紹介お願いします。Hi, hi everyone. I'm Atsuko from Mission Counseling. Admission Counseling のAtsukoです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずバックグラウンドとかお聞きしたいんですけど、出身地はどちらですか？出身は兵庫県神戸市です。ああ、なるほど。で TUJ に来られたのはどういう成り行きで？そうですね TUJ に来たのが去年の10月なので、まだI'm a newbie なんですけど、成り行ききっかけ社会人になってからはずっと大阪で、働いてきたんですね。いろんな職種もいろんな業種も経験したんですけれども、TUJ に来られることになった一番大きなきっかけは前職で留学カウンセラーっていう仕事をしていた。ここでの経験が、一番大きく寄与して TUJ に来られることになったと思います。なるほど。はい。なんか前にお話しされてたんですけどTUJ に来るのがもう東京来るの初めてっていう風に言ってらっしゃったじゃないですか、どうですか？なんかカルチャーって全然違うんですか？やっぱり違うと思いますね。ある程度はやっぱり神戸大阪でもうほとんど人生過ごしてきていきなりポンって東京に来て、違うなって思うことは本当に多くあるんです。だから東京に来る前は結構怖くて、東京の人意地悪されたらどうしようとか思ってたんですけど、全然そんなことなくて心配するだけ損でした。よかったです、意外と慣れれば全然大丈夫ですもんね。慣れれば大丈夫です、特に大部分の自分の時間を TUJ で過ごしてるから、その東京っていう街はもうちょっと違うかもしれないけど、TUJ で過ごしてる分にはすごく楽しいし、毎日刺激がたくさんあって面白いです。よかったです。それで留学カウンセラーの話に戻るんですけど、そこで TUJ を見つけたっておっしゃってたじゃないですか、その中でやっぱ TUJ はここは違うなみたいなのってありますか？ TUJ はここ違うなめちゃくちゃありますよ。まず前職でどんな仕事をしてたか話しますね。留学カウンセラーで、海外の大学や大学院に行く方々のサポートをするっていう仕事なんですね。で留学先の大学がまだ決まってないっていう段階なので、大学決めの初期の段階から出願書類の準備で出願します、で学校を決めます、で直前のビザの申請まで、1人当たりの生徒さんに対して最低でも1年以上トータルでサポートするっていう仕事なんですよ。で、そこでの経験が今 TUJ で丸々活かせてるのですごい感謝してるんですけれども、でね本当にたくさんの大学を見てきた、海外の大学を本当に200弱ぐらい見てきたけど、その見てきた私だからこそ TUJ のすごさとか素晴らしさっていうのが私には顕著に見える。わかる、すごくわかる。でTUJ いいなすごいなと思ってるところは、今パッと頭に浮かぶのは2つあって、まず1個目は生徒さんのバックグラウンドとか、今まで育ってきた文化とか何とか全然関係なく丸々その人のパッケージとして受け入れてくれるっていう特徴があるっていうこと、あと2つ目は、本当にここで働く
職員、働いてるからこそ分かるかもしれないんですけど、働いてる職員がただただ TUJ の今の生徒さんがこの学校で良い経験ができたらいいなっていうこの思いで全員働いてるっていうところがすごいなって思う。それは感じます。私もいろんな部署で働いてるんですけど、やっぱりもうスタッフの皆さんすっごいもうなんか生徒ファーストに接してくれて。そうですよね。そう、学生ファーストですって言葉にするのは簡単だと思うんだけど、それを実際に体現できている学校ってすごく少ないと思うので、そうですね。そういう意味ではやっぱ TUJ 特別ですね。特別です、本当にこんなにいい大学ないって思ってますもん。よかったです。なんか嬉しいです、そういうの聞けて。でアドミッションカウンセリングの仕事をやってるじゃないですか。それについて少しお話しいただけますか。アドミッションカウンセリングの話、まずアドミッションカウンセリング、みんな AC って呼んでますけど、私たちアドミッションカウンセリングは何をやってるかっていうと、一言で言うと学生募集の部署になります。なのでこれから TUJ に入ってくる未来の生徒さんたちに向けて、TUJ はこういう大学ですよ、こんな素晴らしいところがありますよっていうところを伝えて、できれば一人でも多くの方に実際にご入学いただけるように、活動をしていくっていう部署で、TUJ にはたくさんの、部署がありますけれども、AC に関しては TUJ の現学生さんではなくて未来の学生さん、つまりは学外にちょっと目の向いた部署の一つであると言えますね。なるほど。どうですか、働いてみて。楽しいですよ AC。働いてみてどうですか。本当に毎日学びがあって、上司先輩とかにも恵まれてるし、今までの経験を生かしながらそういった仕事をできることにすごく幸運に感じてるし、そうですね、ちょっと地味な仕事ではあると思うんですよ、実はアドミッションカウンセリングって。そうですか。なんか華やかに聞こえるかもしれないんですね、学生募集ですとかって言って、でも実は AC ってやってることって地道なコツコツとした活動だなって個人的に思っていて、っていうのも、どんな仕事をしてるかもう少し詳しく言うと、未来の学生さんに向けて TUJ の紹介をするっていう部分で、高校に訪問したりとか、あと高校のグループを TUJ に呼んだりとか、あとは大学フェア、カレッジフェアって言われるようなイベントに参加して、TUJ のプレゼンをしたりとか、あとは実際に出願をしてきた方々に対して、出願プロセスのお手伝いっていうのもしています。で高校に行きました、カレッジフェアに参加しました、この1回の行動だけで、もう30人40人生徒さんが入学してくれるわけじゃやっぱりないので、一個一個の行動でさあ何人入ってきてくれるのかなっていうところはやっぱりすぐには目に見えてわからないから、やはり心折れることもあると思うし、すごく地道な作業っていうところもあると思う。なるほど。でもチームワークいいので、みんなで仲良くやってます。それは感じます。いつもなんかオフィスに行くときになんかすごいなんか楽しい会話をしてたりするじゃないですか。でそれ聞いててなんかすごいいいなっていうふうに、思いますね。ちょっと質問聞いていいですか？もちろん。私なんかちょっとパーソナルな質問になっちゃうけど、めっちゃ聞きたいことがあって、あつこさんのなんて言うんだろう、大学の経験とかはどんな感じだったんですか？日本の大学の経験ですか？そうです。大学の経験、私日本の大学に行ったんですよ。海外の大学とか行けるものなら行きたかったですけどね、日本の大学で英語がやっぱり好きだったので外国語大学に行って、特にその中でも言語学リングイスティックスを専攻したというか学びました。すごい。留学とかもなんか行きたいっていう気持ちとかはあったんですか？あります留学するのすごい好きだった。私3回したことあるんですよ、人生で。留学初めて留学した時は15、6歳16歳ぐらいの時で、オーストラリアのパースっていう町
に行ったんですね、はい、それが私にとっての初めての海外経験で、そのためにパスポート生まれて初めて取ったっていう。でオーストラリアのパースに行って、なんか今までこう日本で過ごしてきた自分にとってはもう大きなカルチャーショック、なんて素敵なんだろうこの国って思って、それでもその初めての留学は3週間しか行かなかったので、それもっと長く行きたいと思って、高校全寮制の高校に行ったんですけど、オーストラリアのそれはメルボルンっていう町にある全寮制の高校に行きました。で、大学は日本の外国大学に行きましたけれども、そこで3回目の留学をしました、それは20歳か21歳ぐらいの時にスピーチコンテストに出たんですよ、はい、で英語のスピーチコンテストに出て、はい、ちょうどねメルボルンと大阪市が姉妹都市っていうので、その姉妹都市のスピーチコンテストみたいなのがあって、それに参加して優勝して、その優勝したら、親善大使としてオーストラリア、メルボルンに派遣されて、メルボルン市長に挨拶をするとかっていう活動がこうあって、副賞みたいな感じで、でそれでオーストラリアに3回目の留学は3週間ぐらいまたしました。なるほど、じゃあオーストラリアに結構行かれてるって感じですね。3回留学して全部オーストラリアですどうですかオーストラリアは。すごいやっぱ関西とは全然違いますか。関西とは全然違うかもしれないけど、ちょっとケセラセラ精神というか、なんか明るくてなんか飛び抜けて明るいような感覚がちょっと似てるかもしれないです。初めて行った場所が特にパースだったのもあって、パースの田舎の方とか行くと、本当にホストファミリーのママが家から出て家の目の前の車道ぐらいまではもう裸足で出てっちゃうんですよ、すごい自然と一体になってる感じ。確かに。で家の外に靴履かずにもう外に出ちゃったりとかするからびっくりして、ノーシューズ、いやノーシューズみたいなノーシューズなんだ、すごいチルと思って、そういうあんまり気にしないっていうような、なんていうのかな感じが私にとってはすごいショッキングで、いいなと思いました。わかります。なんか TJ もやっぱそういう感じありますよね、やっぱり英語はじゃあ留学で学んだって感じですか。英語は留学でほとんど学んだけれども、でも本当に小さい時から英語は習ってたので自分の身近にはあったと思います。そうですね。いとこがカナダ人なんですけど、カナダ人のいとこが毎年夏に日本に遊びに来る時に、スパイスガールズの CD とかバックストリートボーイズとかブリトニー・スピアーズとか、その当時流行ってた CD とかね、雑誌を持ってきてくれてたんですよ。なるほど。で海外行ったことない私からしたら、カナダってどんな国なんだろう、アメリカってどんな国なんだろうみたいな、もうすごく興味があって、で自分で歌詞カードを開いて英語をね自分で和訳してみたりとか、なんかそういうのも知ってたし、英会話のレッスンとかも通ってたから、小さい時から英語っていう言語だったり、その他の国の文化っていうのにはものすごく興味があったと思います。なるほど。なんかさっき始まる前にお話ししてたと思うんですけど、パリス・ヒルトンがお好きっていう。パリス・ヒルトン大好きパリス・ヒルトン大好きですね。私のその10代ぐらいの時一番流行ってた女の子だったんじゃないかなって思いますね。辞書でも持ってるし、パリスのポッドキャストも聞いてる。さすがです。好きなアーティストいますか？アーティストっていうかセレブリティ。もう本当にバラバラですね。でも私は羊文学っていうバンドがもう本当にめっちゃ好きで、もう毎日学校行く時にすごい聞いてますね。羊文学、っていうポッドキャスト？違います。J ロックのバンドで。バンドの名前が羊ロック？羊文学。いやわけわからなくなっちゃった。羊文学っていうアーティストさんがいるんですか？おー、
チェケラしないといけないですね。はい、チェックしてください。私もなんかまた質問聞いていいですか、ごめんなさい。アメリカとかなんかカナダすごい興味があるって言ってたんですけど、なんか行ったことあります？実際に旅行とかで。アメリカはヒューストンに行ったことあります。どうだったんですか？人がめちゃくちゃ優しかった。そう、それ行ったのが大学生の時に姉と2人で行ったんですよ。多分21歳か22歳ぐらいの時に行って、面白い話あるんですけど聞きたいですか？もちろん。めっちゃ嬉しい。ヒューストンに行った時に姉と2人で行って、なんか知らないんですけどハイウェイになんか入っちゃったんですよ。その人が歩いてはいけない車道みたいなところ、要は高速道路みたいなところに、なんでか知らないんですけど姉と2人で入っちゃって、あれみたいな、そしたら車がキーって止まって、ここ危ないよみたいに、歩くとこじゃないからとかって言われて、とか言って、乗ってとか言われて車に、で危ないじゃないですか普通に考えたら、でもなんか乗っちゃって乗っちゃって、もう未だに覚えてるんですけど、アーロンっていうおじちゃんだったんですよ。アーロンが、これ天使だったんですけど、アーロンが車乗せてくれて、安全なところまで連れてってくれるって言って連れてってもらったんですけど、アーロンがなぜか自分の家まで連れてってくれて、自分の家のツアーしてくれたんですよ。ここがベッドルームでございますみたいな、でこれが僕が持ってる T シャツですとかって T シャツのコレクションまで全部見せてくれて、でなんか庭にブランコあるんだとか言って姉と2人でブランコしてバイバイとか言って帰ってきちゃってでなんかいい人だったねとか言ってたんですけど今考えたらむっちゃ危なくないですか？めっちゃ危ないですし、怖い、なかなかないですよね、そういう経験ないですよね、死んでたかもしれないでもね、アーロンのおかげで無事に帰ってこれて、今もここで生きてるので、Thank you アーロンそれがテキサスヒューストンの思い出なので、いいイメージがあります。よかったです。人が優しいみたいな、でもそれしか行ったことなくて、もっとフィラデルフィアとかにも行ってみたいですね。カリフォルニアとかも行きたいし。今じゃあ一番行きたい場所って言えばどこですか？アメリカで、フィリー行きたいな。フィリー行きたいな。やっぱり、どういう本校がどういうところにあるのかとかも見てみたいな、もう情報とかこういうところにあってとかこういう街でっていう情報はめちゃめちゃ頭に詰まってるけど、実際に自分の目で見てないので、見てみたいですね。じゃあ TUJ のなんか生徒に向けてアドバイスするコーナーみたいな、やっぱAC ってどっちかというと未来の生徒に接する感じの職業じゃないですか、その中でなんかここをチェックした方がいいよとか、どうやって情報収集すればいいのかっていうのを教えてもらえますか？未来の生徒さん TUJ の生徒さんが情報をチェックする方法ですね、ありがとうございます。ホームページ、私 TUJ のホームページって結構ユーザーフレンドリーというか、日本語でも書いてあるし英語でも書いてあるし、情報が見つけやすいとは思うので、ぜひウェブサイトを一度チェックしてほしい。でプラス、やっぱりオープンキャンパス、そうですねぜひ来てください、ぜひ、っていう感じ。そうですね、なんかオープンキャンパスってやっぱりなんか生徒さんがいっぱい実際の生徒さんが参加しているので、その分やっぱリアルなお話を聞けますよね。そうですね、本当に TUJ の在校生の話も聞けるし、TUJ の在校生がキャンパスツアーも案内しますし、あとはやっぱり自分の目でそのキャンパスを見る、踏み込んで自分が将来どういったキャンパスでどういった校舎で学ぶのかっていうのも自分の目で見てほしいですね。すごく綺麗なビルだと思うので、そこでワクワクしてもらえたらいいなと思ってます。私もすごいなんか行ったらよかったなっていうふうに。そう、千里さん、こんなオープンキャンパス来たことないって言ってましたよね。来たことないです、すごい。私すごい特殊で、なんか決めたのがそのウェブサイト、なんか別の大学の受験勉強してる時に広告で TUJ が載ってて、なんか日本でアメリカの学位を取れるみたいな、そんないい話はないだろうと思って、一応クリックしてみたんですよ。それでなんか
ちゃんとした大学そうだなっていうふうに思って、はい、それで入学を決めたんですけど、はい、実際にオープンキャンパス行ってたらやっぱもっと情報は、はい、あったかなっていうふうに。はい、オープンキャンパスがあるっていうのは知ってた？もう知らなくて？知らなかったです。もうここに決めたみたいな、はい、すごい、はい、その質問ですけど、はい、こう実際にここに決めたって言ってこう来ちゃったわけじゃないですか、はい、でそれまではこのウェブサイトの情報しか見てなかった来たっていうことですよね、はい、来てみてあれ思ってたのと違ったわっていうとことやっぱり思った通りだったっていうとことがありますか？思ってたのとは違ったっていうのは、やっぱりなんか生徒がすごいもうどんどん増えていってるじゃないですか、はい、だからそういう意味で最初に見てた情報だと、日本人の割合がどちらかというと多めだったんですけど、今はもう全然違うじゃないですか、はい、本当にキャンパスも前までもうどこ行っても知ってる人しかいないっていう状態だったんですけど、もう今になってももう全然知らない人がいろいろいるので、やっぱそういう意味で思ってたのとは違ったなっていうふうに。はい、でもいい感じ、いいねいいね、はい、いいですね。今日本国籍の割合が 36% ですから、やっぱり 64% が海外、アメリカとか海外から来てるってことですよね。だからすごく国際色豊かな TUJ、こういったこの国籍の割合の学校って他ないと思うから、やっぱりすごい素敵、特別な経験ができますよねここで、はい、そうですね。じゃあこれからはなんか大人の趣味コーナーみたいなものなんですけど、はい、これはもうなんかインタビューの時は内緒にしてたので、はい、来るのかな何が来るのかしら、はい、もうなんかすごいシンプルなものでこれからどこ行くっていうコーナーなんですけど、はい、今から行っていく駅の中で好きな方を選んでいってください。はい、わかりました、はい、じゃあまずは渋谷か原宿。渋谷。はい、早かったです、so はい、じゃあ渋谷か池袋。渋谷池袋行ったことないです。まだ。そうなんですか、はい、じゃあ渋谷か三茶だったらこれなんかちょっと無言のプレッシャーが三茶です。はい。じゃあ三茶か六本木あったらどっちですか？六本木大好きなんですよね、はい、六本木、はい、Sorry じゃあ六本木か中目黒だったら六本木。じゃあ六本木か表参道。六本木。強いですね六本木か上野だったら六本木。六本木か新大久保新大久保大好き新大久保。はい、じゃあ新大久保か東京駅。何が目的かにもよりますよね、はい、でもご飯食べたいから新大久保。よく行かれるんですか？新大久保。2回だけ行きました人生で。そうですか、何したんですかその時？もちろんご飯ですよ。いいですね。韓国フードいいですねはい、六本木も好きって言ってたじゃないですか、はい、何しに行ったりするんですか？六本木は私ちょっと好きな足裏マッサージ店があって足裏マッサージしに六本木にのこどこ行ったりとか、はい、あとなんか日野木町公園っていうところに桜を見に行ったり春します、なるほど、いいですね。はい、じゃあ最後に、TUJ ハック生徒にこれ注意してほしいっていうところありますかね？ TUJ ハック生徒に注意してほしい。未来の生徒さんに向けてだったらもうオープンキャンパスぜひ来てくださいっていうところだけど、はい、今の TUJ の生徒さんに向けてのハックはあります。教えてください、なんか前のOSSE のクリスチャンのポッドキャストでの彼のハックはCheck your emails でしたよね、はい、そうでしたね。私のハックは、はい、Reply to that email as early as possible、はい、ってこと、はい、メールは早く返信した方がやっぱりその分チャンスも得られると思うの で、どうしてもこう TUJ から来るメールとかって定員があったりとか、OSSE とかだったらねデッドラインとかそのイベントに参加できるマクシマムの人数とかもあると思うんです。なので
来た E メールに対して後で返信しようとかって思ってたらチャンスがどんどん逃げていってしまうことがあるので、一回見たらなるべく早くE メール返信したりとか行動をもうなるべく早く起こすことでチャンスが自分のものになったりすると思うから、respond quickly。 はい、わかりました。じゃあ TUJ の生徒にも注意点っていうかここは気をつけた方がいいっていうのはありますかね。いっぱい本当に行動した方がいいと思うんですよ。 TUJ ってすごい素晴らしい大学だと思うし、いろんなイベントがやってたりとか、いろんなオポチュニティって提供されてると思うんです。でもその提供されたオポチュニティとかイベント経験を掴むのはその本人次第なので、こう与えられて終わりじゃなくて与えられたものに対してこう自分から行動してじゃあやってみようっていう、こう腰を上げて行動するっていうのは自分のために自分しかできないことだから、本当に TUJ にいる間にいろんな経験してほしいなと思います。なるほど、いいアドバイスですね。そんなにいい大学にいるのにいろいろね行動しないともったいないと思う。そうですよね、チャンスは自分から掴みに行かなきゃいけないですもんね。そうめんどくさいなと思う時もねあるとは思うんですけど、人間だから、でもなるべく楽しみながらいろんなことを経験することで経験値も上がっていくし、いろんな人とお知り合いになれたりとかできると思うので、ありがとうございます。じゃあ最後に見てる方に何か一言あったら教えてください。一言あったら見てる方に一言あったらなんか TUJ っていろんな職員さんがいるけど TUJ の生徒さんともう常にいつでも会えるっていうわけじゃなくてなかなか会えない時もあったりもするし、その会える機会って少ない部署もたくさんあると思うんだけど、私たちって TUJ の生徒さんとたくさんつながりたいしいろんなお話したいし、今 TUJ でどういうことをしててどんなこと楽しくてどんなこと悩んでるのかっていうのを本当は聞いてみたりとかお話ししてみたいって思ってるんですよ。なのでTUJ の学生さんと知り合うのも大切なんだけど、ぜひ私たちみたいな職員ともコミュニケーション取っていただきたいので、ぜひ AC だったら6階にオフィスがあるからぜひ遊びに来てください皆さん。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。私も楽しかったです。もう終わっちゃうの？あっという間でした本当に。終わり？ありがとうございました。ありがとうございました。Well, that was an awesome episode. Yep. I'm so glad that we finally made it happen. It seems Atsuko really wanted to be on the podcast for a really long time, so I'm really glad that we finally made it happen. Yeah, she was asking us about it a lot, so exactly. Yeah, and it was really interesting to learn like the insider info of like working at AC. Yes, for sure. And we also got a chance to, I guess for us non-native Japanese speakers, we got the chance to, hear a little bit of Japanese, maybe practice our Japanese listening skills. So, yeah. Yeah, and if you like this episode, please follow us on Spotify, YouTube, and also on Instagram. See you for the next episode. Bye.